はい、皆さんこんにちは、ゆかです。本日の動画は実用日本語25です。実用日本語シリーズでは日本人同士の自然な会話表現を紹介しています。このシリーズももう25回目になりました。今までいろいろな日本語の会話表現を紹介してきました。今日は割引券を使う時の日本語の表現を一緒に勉強しましょう。皆さんがオンラインとか店頭で配布された割引券を持っている時、それをどうやって店員さんに伝えますか？また使う時の条件などをどうやって確認しますか？今日はそのような割引券を使う時の会話表現を一緒に勉強していきましょう。それでは早速始めましょう。まずは今日の練習の流れを説明します。最初に字幕がない動画を見ます。この時、会話の内容が全く聞き取れなくても心配しないでください。最後には聞き取れる部分が増えていくので、まずは全体の流れを把握してください。その後、私から重要なキーワードを10個提示します。このキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見ます。この時点で1つ2つのキーワードが聞き取れるかもしれません。その後、私から重要な会話表現を解説します。そして日本語の字幕がついた動画を見ます。最後に字幕がない動画を見ます。最後に字幕がない動画を見たときには、ある程度の会話の内容がわかるようになっているはずです。この約30分間の間に自分が成長した、聞き取れる部分が増えたということをぜひ実感してください。わからなかった部分についてはぜひ繰り返し動画を見て練習をしてみてください。それでは早速始めましょう。ではまず日本語の字幕がない動画を見ます。この時点では会話の内容が全くわからなくても問題ありません。全体の流れを把握してください。これは私が家電量販店で撮影した動画です。私は割引券を持っています。それを店員さんに見せながら、これが使えるかどうか、使った場合どのような割引があるのか確認をします。そのような場面です。それでは実際に動画を見てみましょう。どうぞ。すいません、このクーポンがあるんですけど、これって使えますか？これって対象ですか？免税ですね。はい。で、免税の方が当店のお品物で合計5500円以上ご購入いただく場合に免税が可能になっているので、こちらが4500円になっているので、あと合計で1000円何かお買い物ございましたらお使いいただけますね。そうなんですね。でその場合ってこれ10%プラス免税の 10% と家電製品なので 7% のオフになる、ディスカウントがございます。じゃあ 10% オフした後にさらに 7% オフということですね。はい、ご利用いただけます。はい、いかがでしたか？では私からキーワードを10個提示します。こちらです。クーポン、使えますか？免税、5500円以上、お使いいただけます。10%、家電製品、7%、ディスカウント、ご利用いただけます。はい。それではこのキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見てみましょう。どうぞ。すいません、このクーポンがあるんですけど、これって使えますか？これって対象ですか？免税ですね。はい。で、免税の方が当店のお品物で合計5500円以上
ご購入いただく場合に免税が可能になっているので、そうなんですね、こちらが4500円になっているので、ああと合計で1000円何かお買い物ございましたらお使いいただけますね。そうなんですね、はい、でその場合ってこれ10%プラス免税の 10% と、家電製品なので 7% のオフになる、はい、ディスカウントがございます。じゃあ 10% オフした後にさらに 7% オフということですね。はい、ご利用いただけます。はい、いかがでしたか？クーポンとか 10% など何かキーワードが聞き取れましたか？では続いて重要な会話表現を紹介します。最初に私がクーポン券を持ってこのように言いました。すいません。このクーポンがあるんですけど、これって使えますか？これって対象ですか？すいません、このクーポンがあるんですけど、これって使えますか？これって対象ですか？免税ですね。はい。最初に私が言ったすいませんという表現、これは人に話しかけるときに使う表現です。すいませんまたはすみませんと言います。すいませんの方が少しカジュアルな印象です。すみませんの方が少し丁寧な印象です。今回私はすいませんと言いました。すいません。すいません、このクーポンがあるんですけど、これって使えますか？これって対象ですか？免税ですね。はい。続いて今日のキーワード、クーポンが出てきます。クーポンというのは英語のクーポンをそのままカタカナで書いた表現です。クーポンという言い方の他に割引券という言い方もよく使われます。今回のように 10% とか 7% とかそのパーセント分を引くという場合にはクーポン、割引券どちらを使っても構いません。今回私はクーポンという表現を使いました。すいません。このクーポンがあるんですけど。すいません、このクーポンがあるんですけど、これって使えますか？これって対象ですか？免税ですね。はい。続いてクーポンの後ろの部分、あるんですけどという表現です。このんですけどという表現は自分がこれから話そうとするテーマ、主題などを相手に提示するときとか自分の状況を説明するときなどに使われます。今回は私は自分がクーポンを持っているという状況でということを先に相手に伝える説明をする必要があったのでこのように言いました。すいません。このクーポンがあるんですけど。すいません、このクーポンがあるんですけど、これって使えますか？これって対象ですか？免税ですね。はい。んですけどを使った他の例としては、例えばこのようなものがあります。充電器を探しているんですけど、何階にありますか？これは自分が今充電器を探しているという状況だということを相手に伝えます。そしてその後に具体的な質問をします。充電器を探しているんですけど、何階にありますか？それから2つ目、新宿へ行きたいんですけど、どの電車に乗ればいいですか？3つ目、日本でスキーをしたいんですけど、どこがおすすめですか？このように相手に何か聞きたいときに、まず前提条件とか自分の状況などを提示します。自分の状態を説明します。その時にんですけどという表現がよく使われます。今回は私は店員さんに対して自分はクーポンを持っているということを伝えるためにんですけどを使いました。すいません。このクーポンがあるんですけど。すいません、このクーポンがあるんですけど、これって使えますか？これって対象ですか？免税ですね。はい。続いてこれってという表現を使いました。これってはこれはと同じ意味です。
このひらがなの小さいつとてを組み合わせたてという表現は会話でよく出てきます。以前実用日本語シリーズの動画を見たことがある方は、そういえば以前も勉強したことがあると思い出したかもしれません。てという表現です。今回のここでははと同じです。なので、これって使えますかイコールこれは使えますかです。全く同じ意味です。すいません。このクーポンがあるんですけど、これって使えますか？すいません、はい、このクーポンがあるんですけど、はい、これって使えますか？これって対象ですか？免税ですね。はい。使えますかは動詞の使うの可能形です。これって使えますか？すいません、はい、このクーポンがあるんですけど、はい、これって使えますか？これって対象ですか？免税ですね。はい。そしてその後もまたこれってという表現を使いました。これってはこれはと同じです。これって対象ですか？すいません、はい、このクーポンがあるんですけど、はい、これって使えますか？これって対象ですか？免税ですね。はい。最初のこれって使えますかのこれはクーポンのことを指しています。このクーポンは使えますかと聞きたかったんです。そして後半のもう一つのこれっては商品を指しながら言いました。この商品は割引の対象ですかと聞きたくて、これって対象ですかと言いました。すいません。このクーポンがあるんですけど、これって使えますか？これって対象ですか？すいません、このクーポンがあるんですけど、これって使えますか？これって対象ですか？免税ですね。はい。その後、店員さんがこのように言いました。免税ですね。すいません、このクーポンがあるんですけど、これって使えますか？これって対象ですか？免税ですね。はい。今回私が店員さんに提示したクーポンは免税 10% とさらに割引があるという内容のクーポンでした。それで店員さんは最初に私にこのように言いました。免税ですね。すいません、このクーポンがあるんですけど、これって使えますか？これって対象ですか？免税ですね。はい。そしてその後私ははいと言いました。すいません、このクーポンがあるんですけど、これって使えますか？これって対象ですか？免税ですね。はい。このクーポンは免税の対象者が使えるクーポンです。それで店員さんはまず免税の条件について説明をしてくれました。免税の方が当店のお品物で合計5500円以上ご購入いただく場合に免税が可能になっているので、免税の方が、当店のお品物で合計5500円以上ご購入いただく場合に免税が可能になっているので、こちらがはい、ここも少し長いですが一つ一つ見ていきましょう。まずは当店という表現。当店というのは私の店、私たちの店という意味です。当店のお品物で、免税の方が、当店のお品物で合計5500円以上ご購入いただく場合に免税が可能になっているので、こちらがここは家電量販店です。なので当店と言いました。他にも例えば学校だったら当校、会社だったら当社という言い方があります。これは私の、私たちの学校、私の、私たちの会社という意味です。今回店員さんは自分が所属している店という意味で当店と言いました。免税の方が、当店のお品物で合計5500円以上ご購入いただく場合に免税が可能になっているので、こちらが続いて品物という名詞。品物というのは
取引の対象になるものです。それを品物と言います。その品物という名詞の前におをつけてお品物と言いました。名詞の前におまたはごを付け加えると丁寧な印象を与えることができます。当店のお品物で、免税の方が、当店のお品物で合計5500円以上ご購入いただく場合に免税が可能になっているので、こちらが4。続いて具体的な金額の条件を説明してくれました。合計5500円以上ご購入いただく場合に免税が可能になっているので、免税の方が、当店のお品物で合計5500円以上ご購入いただく場合に免税が可能になっているので、こちらが5500円以上ということは5500円も含みます。日本語の以上、以下という表現は基準となる数字も含みます。例えば、身長90センチ以上の子供は乗れます。このように遊園地の表示が書いてある場合は、90センチの子供も対象です。90センチの子供も乗れます。その基準の数字も含まれます。以下も同じです。その基準の数字が含まれます。10度以下の涼しい場所で保管してください。10度以下ということは10度も含まれます。10度でもいいです。10度以下の涼しい場所で保管してください。今回は5500円以上なので5500円ぴったりの金額でも免税になります。その基準の数字は含まれます。免税の方が当店のお品物で合計5500円以上ご購入いただく場合に免税が可能になっているので、免税の方が、当店のお品物で合計5500円以上ご購入いただく場合に免税が可能になっているので、こちらが4500円。続いて5500円以上の後ろの部分、ご購入いただく。この部分は非常に丁寧な表現です。お何々いただく、ご何々いただくという敬語の表現があります。今回は購入の前にごをつけてご購入いただくと言いました。免税の方が、当店のお品物で合計5500円以上ご購入いただく場合に免税が可能になっているので、こちらが4500円。いただくというのはもらうと同じです。なのでご購入いただくイコール購入してもらうです。特に接客の仕事をしている人がお客さんに対して丁寧に話すときにこのようにお何々いただく、ご何々いただくという表現を使います。他にも例えばご購入いただく、ご利用いただく、お持ちいただく、お使いいただく、このようにお何々いただく、ご何々いただくという表現があります。ではこの部分最初から言うと、免税の方が当店のお品物で合計5500円以上ご購入いただく場合に免税が可能になっているので、免税の方が、当店のお品物で合計5500円以上ご購入いただく場合に免税が可能になっているので、こちらが4500円。ここで私はこのように言いました。ああ、そうなんですね。免税の方が、当店のお品物で合計5500円以上ご購入いただく場合に免税が可能になっているので、こちらが4500円になって。そして続いて店員さんはまた説明をしてくれました。こちらが4500円になっているので、あと合計で1000円何かお買い物ございましたらお使いいただけますね。免税の方が、当店のお品物で
合計5500円以上ご購入いただく場合に免税が可能になっているので、こちらが4500円になっているので、あと合計で1000円何かお買い物ございましたらお使いいただけますね。そうなんですね。今私がお会計をしようとした商品は4500円です。5500円という基準まで足りません。なので何か1000円商品を追加すれば免税の対象になります。それで店員さんはこのように説明をしてくれました。こちらが4500円になっているので、あと合計で1000円何かお買い物ございましたらお使いいただけますね。で、免税の方が、当店のお品物で合計5500円以上ご購入いただく場合に免税が可能になっているので、こちらが4500円になっているので、あと合計で1000円何かお買い物ございましたらお使いいただけますね。そうなんですね。ここで店員さんが使っているあとという表現。ここでの意味はさらにとか追加でという意味です。現在の4500円にさらに1000円、追加で1000円購入するという意味であとと言いました。あと合計で1000円。で、免税の方が、当店のお品物で合計5500円以上ご購入いただく場合に免税が可能になっているので、こちらが4500円になっているので、あと合計で1000円何かお買い物ございましたらお使いいただけますね。続いてお買い物ございましたらという表現。ここは実は助詞のが抜けています。もし正式な漢字で文で書くならお買い物がございましたらです。でも会話の中ではよく助詞が省略されますね。今回もがを言わないでお買い物ございましたらと言いました。で、免税の方が、当店のお品物で合計5500円以上ご購入いただく場合に免税が可能になっているので、こちらが4500円になっているので、あと合計で1000円何かお買い物ございましたらお使いいただけますね。ございますはありますの敬語表現です。ございましたらはあったらと同じ意味です。ここで店員さんは丁寧に敬語を使って話してくれました。あと合計で1000円何かお買い物ございましたら。で、免税の方が、当店のお品物で合計5500円以上ご購入いただく場合に免税が可能になっているので、こちらが4500円になっているので、あと合計で1000円何かお買い物ございましたらお使いいただけますね。そして最後もまた先ほども出てきたお何々いただくという表現が出てきます。いただくはもらうという意味です。お使いいただくイコール使ってもらうです。そしていただくの部分が可能形に変わっているので、お使いいただけるイコール使ってもらえるです。ここで店員さんが言いたいのは、追加で1000円の買い物をすればこのクーポンを使うことができますということです。で、免税の方が、当店のお品物で合計5500円以上ご購入いただく場合に免税が可能になっているので、こちらが4500円になっているので、あと合計で1000円何かお買い物ございましたらお使いいただけますね。では店員さんのところ最初から言ってみましょう。こちらが4500円になっているので、あと合計で1000円何かお買い物ございましたらお使いいただけますね。で、免税の方が、当店のお品物で合計5500円以上ご購入いただく場合に免税が可能になっているので、こちらが4500円になっているので、あと合計で1000円何かお買い物ございましたらお使いいただけますね。そして私はこのように言いました。ああ、そうなんですね。
で、免税の方が、当店のお品物で合計5500円以上ご購入いただく場合に免税が可能になっているので、こちらが4500円になっているので、あと合計で1000円何かお買い物ございましたらお使いいただけますね。そうなんですね。そして私は使うための条件を確認しました。その場合ってこれ10% プラスそうなんですね。でその場合ってこれ10% プラス免税の 10% と家電製品の 7% のオフになる、ディスカウントがございます。じゃあ 10% オフした後にさらに 7% オフということですね。はい、ご利用いただけます。ここでもまた手という表現が出てきました。ひらがなの小さいつと大きい手を組み合わせた手という表現です。これってイコールこれはです。この手という表現は会話でよく出てきます。その場合ってこれ10% プラスそうなんですね。でその場合ってこれ10% プラスというのも会話でよく使われます。相手にどうやって説明するか考えているとき、次に何を言おうかと迷っているときなどによく使われます。その場合ってこれ10% プラスそうなんですね。でその場合ってこれ10% プラスここでこの記号の読み方の問題が出てきます。この記号正式な漢字で読むならパーセントです。パーセント。でも会話の中ではパーセントがよく省略されてパーになります。例えば 1% は 1%、10% は 10% です。今回私は 10% という意味で 10% と言いました。その場合ってこれ10% プラスそうなんですね。でその場合ってこれ10% プラス続いて店員さんが詳しく教えてくれました。免税の 10% と家電製品なので 7% のそうなんですね。でその場合ってこれ10% プラス免税の 10% と家電製品の 7% のオフになる、ディスカウントがございます。はい、ここで店員さんはパーセントと読みました。10%、7% ですね。そうなんですね。でその場合ってこれ10% プラス免税の 10% と家電製品の 7% のオフになる、ディスカウントがございます。免税の 10% と家電製品なので 7% のそうなんですね。でその場合ってこれ10% プラス免税の 10% と家電製品の 7% のオフになる、ディスカウントがございます。そして店員さんが最後まで言い終わらないうちに私がこのように言いました。オフになる。そうなんですね。でその場合ってこれ10% プラス免税の 10% と家電製品の 7% のオフになる、ディスカウントがございます。オフというのは英語の OFF でオフです。ここでの意味はその分の金額を引く、割引をするという意味です。オフになる。そうなんですね。でその場合ってこれ10% プラス免税の 10% と家電製品の 7% のオフになる、ディスカウントがございます。じゃあ 10% オフ。そして店員さんが続けてこのように言いました。ディスカウントがございます。そうなんですね。でその場合ってこれ10% プラス免税の 10% と家電製品の 7% のオフになる、ディスカウントがございます。じゃあ 10% オフ。ディスカウントがございます。このディスカウントの部分は値引きとか割引に入れ替えても問題ありません。ディスカウントがございます。割引がございます。値引きがございます。どれでも問題ありません。ございますはありますの敬語表現です。
そうなんですね。はい、でその場合ってこれはい、10%プラス免税の 10% と、家電製品なので 7% のオフになる。はい、ディスカウントがございます。じゃあ10%オフ。そして私はさらにこのように確認しました。じゃあ10% オフにした後にさらに 7% オフっていうことですね。じゃあ10% オフした後にさらに 7% オフっていうことですね。はい、ご利用いただけます。はい。動詞のたけプラス後という表現、た後、だ後。これは順番を表すときに使います。最初に A をします。そして B をしますという順番を表すときにた後、だ後を使います。今回は最初に 10% を引きます。その後 7% を引きます。そこでた後を使いました。じゃあ 10% オフにした後、さらに 7% オフっていうことですね。じゃあ10% オフした後にさらに 7% オフっていうことですね。はい、ご利用いただけます。はい。最後のっていうこと。これもまた小さいつと大きいての会話表現てが使われています。ここでのっていうことはということと同じです。意味を説明したりとか定義を再確認するときなどによく使われます。じゃあ 10% オフにした後、さらに 7% オフっていうことですね。じゃあ 10% オフした後にさらに 7% オフっていうことですね。はい、ご利用いただけます。はい。そして店員さんはこのように答えました。はい、ご利用いただけます。じゃあ 10% オフした後にさらに 7% オフっていうことですね。はい、ご利用いただけます。はい。ここでまたおごいただくの形が出てきました。今回は利用という名詞の前にごをつけてご利用いただけますと言いました。じゃあ 10% オフした後にさらに 7% オフっていうことですね。はい、ご利用いただけます。はい。ご利用いただくのいただくの部分が可能の形いただけるになってご利用いただけますと言いました。じゃあ 10% オフした後にさらに 7% オフっていうことですね。はい、ご利用いただけます。はい。そして最後に私はこのように言いました。あー、なるほど。そっか。じゃあ 10% オフした後にさらに 7% オフっていうことですね。はい、ご利用いただけます。はい。なるほどというのは相手の説明、今回の場合だと店員さんの割引の説明に対してちゃんと納得しました、よくわかりましたという時に言います。なるほど。じゃあ 10% オフした後にさらに 7% オフっていうことですね。はい、ご利用いただけます。はい。そして最後のそっかというのはそうですかのカジュアルな言い方です。そっか、これも会話でよく使われます。あー、なるほど、そっか。じゃあ 10% オフした後にさらに 7% オフっていうことですね。はい、ご利用いただけます。はい。それでは続いて日本語の字幕がついた動画を見てみましょう。今一つ一つの表現を確認してきたのでわかる部分が増えているはずです。ぜひ挑戦してみましょう。ではどうぞ。すいません、このクーポンがあるんですけど、これって使えますか？これって対象ですか？免税ですね。はい。で、免税の方が、当店のお品物で合計5500円以上ご購入いただく場合に免税が可能になっているので、こちらが4500円になっているので、あと合計で1000円何かお買い物ございましたらお使いいただけますね。そうなんですね。はい。でその場合ってこれ10% プラス免税の 10% と、家電製品なので 7% のオフになる。はい、ディスカウントがございます。じゃあ 10% オフした後にさらに 7% オフっていうことですね。はい、ご利用いただけます。はい。はい。では最後に字幕がない動画を見てみましょう。今日最初に動画を見たとき何もわからないと思った人もこれから見るときにはわかる部分が必ず増えているはずです。自分の成長を実感してください。それでは見てみましょう。どうぞ。
すいません、はいこのクーポンがあるんですけど、はいこれって使えますか？あ、これって対象ですか？免税ですね。はい。で、免税の方が、当店のお品物で合計5500円以上ご購入いただく場合に免税が可能になっているので、そうなんこちらがですね。4500円になっているので、うんうんうん。あと合計で1000円何かお買い物ございましたらはいお使いいただけますね。そうなんですね。はい。でその場合ってこれはい10%プラス免税の 10% と、家電製品の7% のオフになる。はい、ディスカウントがございます。じゃあ10%オフした後にさらに7%オフっていうことですね。はい、ご利用いただけなるます。ほど。はい。はい、いかがでしたか？実用日本語シリーズでは他にもホテルにチェックインするときとかレストランで注文するとき、タクシーに乗るときなどいろいろな表現を紹介しています。ぜひ繰り返し動画を見てたくさん練習して日本で使ってみてください。では本日の動画はここまでで終わります。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。